今回投稿者である浜野典子さんから送られてきた映像は一度採用を見合わせたものである。夫と娘と家族3人で公園で花火をしている様子が映っているという映像内に不可解な声が聞こえるというものであったが、現象が声だけで地味なこともあり採用を見送っていた。しかし後日浜野さんから映像の明るさを上げたところ、娘の背後の草むらに人間の顔とおぼしきものが映っているとの連絡が入った。映像に興味を持った我々は彼女に会って実際に映像が撮られた公園で話を聞いてみることにした。この公園が映像撮られたとこってことですよね。先月なんですけど、夫が小学校時代の同窓会に参加することになって、に入ってくることになったんですよ。で、私と娘も、一緒に行こうってなって実家に泊まったんです。3、4日ぐらい泊まってたんですけど、結構雨がずっと続いてて、で、夕方雨が止んだ時があって、娘が花火をしたいって言い出したので、この公園で家族さんに花火をしたんですよ。で、映像を見たら、なんか声みたいなのが聞こえるなと思って、それでしばらくしてなんですけど、夫がパソコンでその映像を明るくしてみたら、娘の後ろの方に人の顔のようなものが見えるって言い出して、で人がいた可能性はゼロではないんですけど、でもその娘とその顔の距離がすごい近くて、全然その時気配も感じなかったですし、人じゃないんじゃないかなと思って怖くなって。映ってるものに、見覚えというか何か心当たりっていうのは全然ないですね。この辺なんですよ。この辺ですね。この辺りで花火をしていた。この辺ですかね、茂みの辺りですかね。娘はここら辺に行った。結構急斜面ですけど。本当だ。で、人は立てない感じだな。そうですね。その夫が映像を見た時に、小さい頃、友達同士でどっかに出かけたことがあって、その時に親御さんが撮ってた映像に幽霊みたいなのが映ってたって、だから俺こういうの苦手なんだよねとは言ってましたね。ご主人が子供の頃にお撮りになったビデオに何か映った？あるとは言ってました。それってどういう内容とかっていうのは聞いてないですか？全然聞いてないですね。幽霊が映ってたとだけ。そのお話っていうのは今回初めてお聞きになったんですか？こちらもご主人の地元っていうことですし、もしできればなんですけど、私たちの方で直接ご主人とお話しさせていただくっていうのは難しいですか？ちょっと聞いてみても。果たしてこの映像に起こった異変は浜野さんの夫正一さんが子供時代に見たという幽霊が映っていたビデオと何か関係はあるのだろうか。何か残ってましたら見させていただければなと思うんですけど。じゃあさ、ついでだからこの公園の周りに、過去に事故とかさ、事件とか、もしかしたらあったら分かるような人をちょっと聞き込みしてみようか。わかりました。これから帰ろう。また改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。その後我々は問題の公園や周辺で過去に事故や事件などが起きたことがないか聞き込みをしてみることにした。小さい事件とかでもいいんですけど。聞いたことないです。ここなんですけども、中央公園ってあるじゃないですか。中央公園ってどこに？
んまりあそこ行かないのわかんないですけど、事故があったんですか？私もちょっとわかんないですけど、聞いたことないので。もう一つなんです。その結果、公園自体に特に事故や事件などの疑惑は発見できなかったものの、ある奇妙な噂を耳にすることができた。でも変な女の人が歩き回ってるっていうのはちょっと聞いたじゃないけど、あれだよ、濡れ女。すいません、濡れ女。なんか雨の日になんか出てくるらしくって、あれだよね、がさ、なんか友達が見たって言ってて、なんだっけ、顔がどす黒くて、なんだっけ、首が長いっていう、子供を探してるみたいなのも聞いたことあって、死んだ子供かな、なんか自分の子供をずっと探して、でそれを聞いてくる、知ってる？雨の日に出るって言って、自分の亡くなった子供を探してる、なんか白い服っぽいの着てて、でちょっと首が長いような感じって言ってましたかね。それはお子さんが言ってたってことですか？そうですね、子供たちの間でそういう話が広まってたんでしょうかね。すいません、それってどれぐらい前？多分17、8年ぐらい前ですかね。あ、結構前。そうですね。友達が、うちの子死にませんかって仕掛けられて、その子供は死にましたって言ったら、知ってるよって言ってニヤニヤ笑う。自分ではその人が見たことありますか？それらしき人は見ます。ちょっとその絵をさ描いてもらうこととかってできたりしない？あ、できます。絵？なんか紙とかペンとかありますか？じゃあノートでいいですか？じゃあごめん、ちょっとここにその絵を描いてもらえるかな。はい。髪が長い感じなんですね。まあ、女性なんだよね、女なんだよな。はい。こんな感じです。こっちの見せてもらっていい？こんなのが歩き回ってんの？はい。背はどれぐらいだったか覚えてますか？だいたいこの人くらい。この人が割とでかいよな。そうです。そうです。180ぐらいはあるんで。首の部分。濡れ女に関する噂について聞いた人によって多少の違いはあったが、雨の日に出没する、死んだ子供を探している、顔がどす黒く首が長いなどの共通点があった。この都市伝説ともいえる濡れ女に関する噂は、投稿映像に現れた異変と何か関係はあるのだろうか。その後、濡れ女に関する噂が気になった我々は、過去にこの地域で起きた事件や事故などを子供が亡くなった事故を中心に調べてみることにした。すると、この地域で起きた事故や事件の中にある気になるものを見つけることができた。交通事故とか火事とか、いろいろ人が亡くなってるっていうもの自体は起こってるんですけど、今ちょっとみんなで気になっているのが一つあって、これなんですけど、ちょうど20年ぐらい前の事故で、今からおよそ20年近く前の某日、地元の小学校に通う小学校3年生の男児瀬崎健くんが同じ市内の山林で友人たちと遊んでいた最中に古井戸に落ちて亡くなるという事故が発生している。死因は夕方から降っていた雨により井戸内に溜まった水による低体温症であるという。まずこれ雨の日に亡くなってるっていうのと、
どうもその転落して凍死したって書いてあるので、おそらくその助け出されるまでに時間がかかったんじゃないかっていう。そうすると母親が探してるっていうのがあり得るかなっていう部分、なんとも信憑性に関しては微妙なんですけど、ネットの都市伝説の掲示板でこの地区のことの噂を書いてる方がいて、で、この転落事故と一致する情報の後日談として、この母親がなんか自殺してるって、雨の日っていうのと、子供が亡くなってますよね。で子供を探してる。あと母親も亡くなってる。じゃあこの事故が、その濡れ女の都市伝説の元になったっていう可能性はありえるんだ。そうですね、時期的にも20年ぐらい前の事故なんで、ちょうど20年くらい前にはあったんじゃないかなっていう、この間聞いたお話とも一致する。ちょっと個人的に気になるのは濡れ女の特徴で顔がどす黒いっていうのと、首が長いっていうのがあったかと思うんですけど、母親が自殺してるっていうのが首吊りだと考えると、首吊りの死体って腐ってくると首が伸びてきて、で顔がなんか黒くなるっていう特徴があるみたいなんですよね。あ、そうなんだ。だからまさに濡れ女の特徴と合致するかなっていう思って。それではここで投稿者の夫正一さんの実家近くの公園で撮影された投稿映像の問題の箇所をご覧いただこう。文字書いてみて。画面書こうとしてる。お、すごい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 。おお。なんか適当に書いて。なんか適当だな。全然なんかあれだね。長いけど全然パチパチにならない。弱いやつだね。ほんと長いね。でも弱いやつ。気ぃつけて。すごい。いいじゃん。でもママ離れないと全員映んないよ。映ってる？映ってる。おー、落ちた。早い。なんで？はい。画面書こうとしてる。お分かりいただけただろうか。浜野さんの娘が草むらの前で手に線香花火を持っている時、そのすぐ後ろの暗がりに人間の顔のようなものが映り込んでいる。さらにささやくような人の声のようなものも聞こえる。ほんと長いね。でも弱いやつ。まさかこれは20年近く前フロリダに転落して亡くなった瀬崎健君を探し続けている母親の姿であるとでも言うのだろうか。数日後、ディレクターのもとにスタッフからフロリダの転落事故に関して気づいたことがあるという報告が入った。ってあるじゃないですか。で記事も見た上で転落事故で亡くなったその子供が当時在籍していた小学校がこの小学校なんですよ。ここのところにその浜野さんの旦那さんのご実家があるんですよ。実家。はい。なのでおそらく当時投稿者の旦那さんもこの小学校に、通っていたんじゃないかなと思うんですよ。年齢的にもその
転落事故で亡くなった子供がそのまま成人して年齢を重ねていったら30歳ぐらいなんですよ。投稿者の旦那さんも年齢的に言うと僕もちょっと映像でしかまだ見てないんですけど、おそらく30歳ぐらいかなと思うんで、もしかしたらその小学校の時に同じ時期に在籍していた可能性もあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ本人に一回聞いてみようか。はい、ちょっとご主人にお話聞けるか浜野さんに連絡してみます。そうだな、それ次第だね。まずはその後我々は投稿者の浜野さんに電話をかけて古井戸の転落事故のことを夫の正一さんに取材したい旨を伝えることにした。ちょっとこう出てきたお話。